Hi everyone, I'm a pronunciation coach at Lemon School. Today we're going to learn these symbols. こんにちは、レモンスクールです。まず僕の自己紹介はこちらになります。今日は混乱しやすいこちらをやります。でも種が分かってしまえば混乱しようがなくなります。超簡単。例えばよく saw と saw どちらも saw と発音したり、下手したらこっちは W があるから saw って言っちゃう人も多いですよね。あとは caught, caught, bought, bought とかよく間違えますよね。発音問題でも定番になってます。実は英語が上級者の人でもこの2つは混乱するんですよね。例えば英語力は僕なんかより上で、アメリカに住んでたこともあって、ネイティブとしょっちゅう会議とかやるような人でも、ある会議の時に raw data、生のデータ、つまりまだ整理されてないデータのことを raw data って言って、しかも資料にも raw data って書いてあったんですよね。つまり発音だけじゃなくて、書く時も混乱してたんです。それでネイティブの人たちが raw data って何みたいに言ってたことがあったんですよ。つまりそういうレベルの人でも混乱しちゃうくらいなんです。だから、まだ外国人と英語で会話したことがない中学生とか高校生とか大学生とかが混乱するのは、まあ仕方がないかなっていうふうに思います。じゃあそんなに難しいのかっていうと、全くそういうことはなくて、仕組みを習ったことがあるかないかっていうだけの話です。習っちゃえば超簡単で混乱しようがなくなります。アメリカに住んでれば発音をちゃんと習うチャンスがあるっていうわけでもなくて、自然に身につくっていうわけでもないですからね。逆に海外に住んだことがなくても、習えば誰でもできます。まずなんでこの2つ混乱するのか。この2つの記号を日本人の感覚で読むと、おうですよね。そう読んでる人が多いんじゃないかなと思います。それで実は日本語の中で、おとおうっていうのが微妙なんですよ。例えば、大きいなんかは大きいって書きますけど、王様は書くときはおうさまって書くけど、発音するときは王様ですよね。まあ、背負うなんかは、追うって言うと思うので、追うって発音することもあるんですけど、例えば韓国のこれなんか、発音するときはソウルでもソウルでもどっちでもよかったりしますよね。で、あんまりその違いを気にすることもない。だからこれらの記号を日本語的に発音すると、おうとおうだけど、そのおうとおうの区別が日本語の中で微妙だっていうのが一つあります。あと、例えば bought と boat。これなんかは、発音記号がこうなってるのに逆にこっちは綴りが OU だからローマ字読みしちゃって boat って言っちゃって逆にこっちは日本語でボートっていう単語があるからあんまり二重母音にしないで boat みたいにこう逆っぽく言っちゃうっていうこともよくありますよね。だからこれなんかは綴りの読み間違いとかカタカナ語の影響とか間違えちゃう理由はいろいろありますよね。じゃあこの2つを混乱させないために日本音声学会の牧野武彦先生という方がかなり昔にアメリカ英語の場合、この記号をこういう風に書く。これならビジュアル的に混乱しようがないということを提案されたんです。確かに日本語的な発音で読むと、これはあー、これはおう。だから、これなら日本語でもはっきり違う音だから混乱しようがないわけですよね。でも、まさか、これはこう書くのはおかしいでしょうって思う人も多いと思います。でも百聞は一見にしかず。まず、ケインブリッジの英英辞典で、例えば、さあ、これはこういう記号になってます。音もそうですよね。saw, bought, bought, pot, pot. これはどういうことかというと、標準的なアメリカ英語とかカナダ英語だと、ほとんどの人はこの2つを区別しないんです。この2つです。こうやって発音記号だけ並べると、ビジュアル的にはなんとなく、あとおで全く違うんじゃないかって思いますよね。この記号は例えばこういう単語。こっちの記号はこういう単語。辞書に両方とも載ってるのだと、こういう単語があります。カタカナ式の発音だと、ホット、ボディ、ヨット、ドッグ、フォルト、ウォッシュ。このあたりはお。そう、コーヒー、ウォーター。このあたりはお。ボート。これはおですかね。唯一バディだけはあっていう言い方もありますけど、あとは全部日本人の感覚だと、おとかおとかおうとかなんで、この記号が連想できないですよね。まあ、イギリス英語だとこのあたりはおみたいな発音なんで、カタカナ英語はそこから来てる部分も大きいと思いますけどね。まず僕の別な動画で、アメリカ英語ではこれとこれが区別がないっていう話をしたので、それを見ていただければと思います。全部長いなんですよ。で、この2つだったら一緒になるっていうのも頷けませんか？この2つを区別する場合は、ah, でも区別しなくなると、です。口を横に開く、じゃなくて、ちょっと縦に開く、っていう感じです。合唱とかで歌う時の、みたいなイメージをするといいかなと思います。だからさっきの単語は全部同じ音で、heart, body, yacht,
dog, fault, saw, bought, coffee, water, wash という感じです。こういう風に英語の母音は皆さんが考えているよりもずっと単純なんですよ。英語では同じ音だけど、カタカナ発音ではいろんな音にしちゃったりとか、発音記号をいろいろ変えちゃったりとか、日本人が自分で勝手に難しくしちゃってるだけなんです。最初はネイティブらしさを求める前に、両者をちゃんと混同しないで区別するのが大事なので、日本語的におうとあーと発音することをお勧めします。混乱しなくなったらそこで初めてネイティブらしさを求めていきましょう。最初は日本語的におうとあーと言って、ちゃんと区別しましょう。実際日本の英和辞典でもグランドセンチュリーとかジーニアスとかはこれらの単語にこの記号を採用しているので見てみてください。例えば thought は綴りが OU だからついローマ字的に thought とかって発音したくなっちゃいますけど、発音記号は日本の多くの辞書とか教科書とか参考書ではこれ。でも日本の中でもある意味最先端の記号はこっちです。実際例えばスター・ウォーズ・ヤング・ジェダイ・アドベンチャーの thought を聞いてください。こういう感じです。ここでは t が d になってますけどね。これが自然な発音ですね。それでこのあたりなんかは caught, coat, bought, boat, raw, row 発音記号でこういう風に表記すればビジュアル的に明らかに違うから混乱のしようがないというわけです。発音はなんだかんだでビジュアルの影響が結構大きいっていうリサーチがいろいろあるんですよね。だからビジュアルを工夫することは大事です。もちろん発音記号をみんなちゃんと見てくれればの話ですけどね。caught, caught, coat, coat. 大事なことはこの2つというかこの3つを区別しないということです。この2つは区別しますよ。こっちはしない。それが標準的なアメリカ英語では一般的だということです。これは別に僕が自分がこの発音ができないからみんなにも区別するなって言ってるわけじゃないんですよ。僕も最初に発音を習った時はアイオワ州のこの2つを区別してる人から習ったので最初は区別してたんですよ。でもカナダに行ったらカナダ人はこの2つを区別してないしこんな区別をしてる人たちがいるっていうことも知らなかったので周りに合わせて僕も区別をやめたんです。アイオワ州の人たちにとってもこの2つは聞き間違いやすいって言ってましたしね。だからアメリカ英語をやるんだったら正直日本人がこの2つを区別するメリットはないと思います。どうしても区別するんだったら音が区別できるようになるだけじゃなくて例えば hot dog これはこっちはこれでこっちはこれなんです。綴りは同じ O だけど単語によってどっちだか覚えないといけないんですよ。一応どういう時にどっちっていうルールはあるんですけどやっぱり多くの日本人は raw と raw とかの区別で苦戦しているのでとてもこんなとこまで気が回らないと思うんですよ。あとこれらの単語も辞書には両方記号が載ってるけど自分で発音するときはやっぱりどっちで発音するかって決めておかないといけないわけですよね。大体周りの人がどっちで発音していることが多いかっていうのを聞きながら決めることが多いと思います。でもなかなかそんなとこまで気が回る人は多くないと思うんですよ。だったら区別しない方が断然いいです。先ほどお話ししたように音声学会の牧野先生という方にこれらを区別しないデメリットはあるかどうか相談したんですよね。そしたらデメリットは見当たらないっていうことでした。なぜならこの区別をする地域の人としない地域の人が会話をしてて困ることは特にないからです。むしろこう表記することで raw と raw の混乱もしないし、あと hot と hot なんかもこれだと混乱するけど、こう表記することで混乱しなくなりますし、表記の上でもそうですし、発音の上でも混乱しにくくなります。だから実際に自分で区別するのとしないのを両方やってみて、区別しないことにはメリットしかないと思います。強いて言えば英語の方言を研究したりとか趣味で英語の方言をチェックしたりっていう場合には、そういう区別をする方言もあるっていうことを知っておいて損はないですけど、それでも自分で発音するときはよっぽど特定の方言にこだわりがあるとかじゃないなら、絶対区別しない方がいいです。発音問題にもこの2つとかこの3つの区別は出ません。だから大丈夫です。実はこれも発音記号よりもフォニックスをやれば超簡単なんですよね。フォニックスをちゃんとやってる人は混乱しないです。発音記号をやっててもフォニックスを習ってない人だと混乱しちゃうんですよね。だからこの機会にぜひフォニックスを見てみてください。まとめ、こっちは O、こっちは R。これが標準的なアメリカ英語やカナダ英語では一般的。グランドセンチュリーとかジーニアスとか、ケインブリッジ AA 辞典で使われているこの記号を採用すれば、ビジュアル的にも混乱しようがなくなるということです。最初はネイティブらしさよりも混同して別な単語を発音してしまわないことが大事なので、まずは日本語的に O と R で区別して、混乱しなくなったら徐々にネイティブらしい音にしていきましょう。この動画がちょっとでも役に立ったなと思ったらいいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。